皆さんこんにちは。今回の IoT 地形学インサイトは、広島 AI プロセスに学ぶ技術革新が加速する時代にどう国際協調するかというタイトルで、長年総務省において情報通信分野の国際交渉に携われて、現在は総務省の参与でいらっしゃいます飯田洋一さんにお話をお伺いしたいと思います。聞き手は私、地形学研究所プログラムオフィサーの大内が務めます。それでは飯田さん、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。早速今回の動画のタイトルにも入っております広島 AI プロセスというものについてですね、この動画の視聴者さんで聞きなじみがない方もいらっしゃるかと思いますので、改めて私の方から簡単にご説明をさせていただくと、この広島 AI プロセス、一部でハイプと略して呼んでいらっしゃるものですけれども、2023年に日本がG7 の議長国を務めましたけれども、その年の G7 広島サミットにおいて立ち上げが宣言されたものになります。で、こちらの AI の活用ですとか規制に関する国際的なルール作りを推進する枠組みとして議論がされてきているということで、飯田参与はまさにこの広島 AI プロセスを G7 において策定するための広島 AI プロセスワーキンググループの議長として交渉の最前線に立たれていたというところで、早速いろいろとお話を伺いしていきたいと思います。まず早速なんですけれども、この広島 AI プロセスが立ち上げられた2023年頃といいますと、まさにチャット GPT をはじめとして、生成 AI というものが急速に普及をして人々にも知られ始めたような頃だったと思います。そんな中で世界中でAI の社会的影響ですとか安全性への懸念というかものが急速に広がったような時期だったと思いますけれども、政府にとってもそれから産業界にとっても予期せぬ出来事と言えたのではないかと思っておりますが、当時の国際的な空気感ですとか G7 各国がこの AI に対してどのように考えていたかというところを振り返ってどのようにお考えになりますでしょうか。オープン AI がですね、チャット GPT3.5 のプロトタイプというのをリリースしたのが2022年の11月だったんじゃないかと思います。あと、チャット GPT の4が、正式にリリースされたのが23年の2月か3月ぐらいですかね。もう本当に当時は、生成 AI すごいものが出てきたっていうことで、リスクの懸念なんかいろいろ問題がありそうだということとともに、すごいそのイノベーションというか活用のそのチャンスもすごくあるんじゃないかと、日本企業さんなんかでもこれから効率性ものすごい上がるんじゃないかみたいな期待も随分あったんじゃないかと思う。なのでプラスとマイナスの両方の影響をいかにマイナスを抑えてプラスを生かしていくかっていうことが、政府の関係者の中でもやっぱり非常な重要な課題として認識はされていて、すごく熱気のある状態でした。で、たまたま2023年は日本が G7 の議長国、まさに広島サミットが5月に開かれるわけですけども、それに向けてですね、私たちは4月末のですね、G7 のデジタルテック大臣会合というのに向けての準備の議論をしてました。で、1月から4月にかけて、まさにデジタル関係の政策課題を議論している中の1項目が AI だったんですけども、この時のですね、AI というのは生成 AI ではなくて、それまで普通に使っていた深層学習とか機械学習とかっていういわゆる伝統的な AI を対象に議論をしてました。これなぜかというと、もう2022年に入った段階で EU は AI 法案をもう議論していて、でこれが我々の目から見るといかにもですね、過剰な規制を引き込みかねない、ものすごい規制についていっぱい議論していたと。リスクベースと言いながら危険な AI は禁止だみたいな議論がもうどんどん聞こえてきていて、で我々はですねEU に対しては常にその2国間の関係では過剰な規制は作らない方がいいと、それはもうそもそも EU のためにならないし、ネガティブな波及効果も大きいので、ぜひ考えるべきだということを繰り返し言ってきたんですけども、やっぱりEU は EU で彼らの社会的な背景とかいろんな状況からある程度の規制が必要だという判断でこの法案の議論が進んでたというのを見るとですね、一方で日米のような基本的にソフトローだけで法的な規制は導入しない方向でやってた国と、EU だけじゃなくてフランスとかドイツとかですね、イタリアとかこの各国は同じ G7 のメンバーの中でもだいぶ方向が違っていて、すごくバラバラになっていきそうだったんですね。でさらに外側にはですね、国家主導で
極端なこと言えば人権とかプライバシーも顧みないようなやり方で AI をどんどん開発する国もあったということで、このですね、民主主義の国の中でやり方がバラバラになって、分解していってしまうと、対非民主主義国、対権威主義国との関係で非常にまずいと思いまして、それで G7 の議題に AI のガバナンスを取り上げていました。ちょうどその議論をしている最中にこの生成 AI ブームが起きたと、そういう状況でした。なので我々がですね、まさに議論をしていたのは生成 AI ではなく、もともとの AI を前提にそれぞれのそのいろんな背景、社会的なニーズとか、国内の技術のレベルとか経済の発展度合いとかいろんな状況でその AI のガバナンスに対するアプローチは違ってくるのはまあやむを得ないと。ある程度規制が必要な国もあるし、そうじゃない国もあるかもしれないと。だけど基本的に民主主義的な価値を守る AI、人権ですとか表現の自由ですとかプライバシーですとか、そういうことをちゃんと守るような AI の開発や利活用を進めるという点では一致しなきゃいけないと。これを G7 の間で確認してました。で、各その国や地域の制度が多少異なっても相互に理解可能で透明性があって、どういう規制があるか分かると。そして例えば企業が域外でからサービスを提供したり開発をしようとした時にそこの条件にちゃんと適用可能であると。もう不可能な条件つけられたらそもそも入っていけないので、ある程度の違いはあっても適用可能な状態でしかも透明性があると、そういう状態を維持することを総合運用性、制度の総合運用性があるというふうに呼んで、その総合運用性をなるべく高めていこうと。そのためには情報開示したり相互の理解を深めたり、基本的なベースとなる民主主義的な価値を守る AI の原則として OECD の AI 原則、これ2019年に日本がリードして作ったものですけども、この OECD の AI 原則というのを遵守した AI の開発利活用というのを進めようと。これをですね、まさに G7 で合意して4月末の大臣会合で確認をしたところでした。で、その時点で生成 AI ものすごいブームになってたので、生成 AI の議論抜きにこれだけ確認してもなんか足りないよねということになって、じゃあ生成 AI についても全く同じことが言えるのかどうかをちゃんと議論しようということを首脳に報告をしました。で、これを5月の広島サミットの中で首脳が閣僚が引き続き議論することをウェルカムして、でその取り組みに広島 AI プロセスという名前を付けようと。そして年末までには生成 AI に対するガバナンスのやり方について結論を出せということで指示が出て始まったと。これが広島 AI プロセスの始まりになります。ですので、G7 の各国の間ではですね、AI に対するアプローチの違いはあったわけですけど、だけど生成 AI も含めて AI に対して民主主義的な価値を守ったやり方で一緒にやっていくんだというその機運がすごく高まっていて、なのでちゃんと期間内に合意しなきゃダメだと。さもないと民主主義国の特に先進国の集まりである G7 としての信頼性を世の中に示せないんだというその危機感とともに非常な熱意があったと、そういう状況だったと思います。ありがとうございます。早速重要なポイントがたくさん出てきたと思いますけれども、改めて整理すると、AI の議論というのはそもそもチャット GP ですとか2022年末から2023年にかけてそのブームに応じて急に始めたわけではなくて、もともと G7 の中でも議論がされてきていて、さらにその生成 AI のブームの中で生成 AI についてもどのように議論対応していくべきかというふうに議論が発展したというふうに思っていたというふうに思います。今お話の中で出ていて首脳サミットがですね5月に2023年5月にあったと。でそれから、残り半年間の間でですね、日本が G7 議長国であった年の間ということかもしれませんけれども、広島 AI プロセスとして何か成果を残さなければいけないというなかなかタイムリミットとしてもなかなか短期間で交渉をする
としてもなかなかハードだったのではないかなというふうに察するんですけれども、このサミットで広島 AI プロセスを立ち上げるというところから、その年の年末にかけて成果文書いくつか出されていると思いますけれども、そこまでのこの交渉の中でG7 の中で合意に至る中での難しかったポイントですとか、ここは調整になかなか困難があったなといったそういったポイントがあればぜひ教えていただけますでしょうか。はい、半年ということでですね、実は4月の末の広島プロセスという名前がつく前の段階で、閣僚会合の中でですね、この議論を続けてやろうと言った時に EU の代表がですね、副委員長ですけども、これを日本の議長下で今年中にやってくれとものすごい強い口調で言ったというのがありまして、私は逆に EU は自分たちの AI 法をやってるので、G7 での議論から引き気味だと思っていたのがものすごい前のめりだったんですね。でそれは私は聞いた時にものすごくなんて言うんでしょう、興奮するというか、血が逆流するようなですね、エキサイトメントを感じたわけですけども、それがみんなの熱意を代表してたと思うんですが、一方で確かに半年でやるというのは結構な大変なタイムリミットで、しかもですね、その間に夏休みがあるんですね。で、欧米の人は夏休み休みますので、事実上ですね、実は交渉を本当にやったのは8月の末から年末まで。しかもですね、実は10月の末に、ガイディングプリンシプル、AI 開発者向けのガイディングプリンシプルと行動規範、コードオブコンダクト、この2つの文書を合意して出しています。で、実を言うとこの広島プロセスの本当のコアはこのコードオブコンダクトでして、そのコードオブコンダクトは8月末から10月末の2ヶ月で交渉してます。で、この期間はものすごい集中的に交渉してまして、いろんな議論がありましたけど、結構朝の5時までみたいな交渉が結構続いたと。で、その中でやっぱりすごく揉めたのが一つがですね、学習用のデータをどこまで管理するかということで、例えばプライバシーや知財をしっかり保護しなさいということは当然にはあるんですが、例えば、AI ジャイアント的な企業からすると、長いサプライチェーンの中で彼らが学習データを管理してもその先で何が起きるか分かんないんだと。だからその全てを我々が責任持つのは難しいんだというこの話があったりしまして、その点はかなり緩めて書かざるを得なかったみたいなことがありました。で、これは米国企業の利害関係とも言えるんですけど、ただ我々にとってもやはりAI の産業のですね、すごく長いサプライチェーンの中にいろんな関係者がそれぞれの立場で関わってくるということを理解するのに非常にいい事例でして、結局基盤モデルの上で、ファインチューニングしたりしたモデルが出てくると、その結果については誰がどこまで責任を持てるのかというのは非常に難しくて複雑な問題だということを前提に議論しなきゃいけないということが分かりました。で、そういうことも踏まえながら議論する中で、基本的に企業に過剰な負担を負わせないという米国と、市民のプライバシーや人権を絶対に守るという EU の間で、うまくそこを調整しなくちゃいけなかったので、例えば企業がリスク対策を取った時に記録をどこまで残すか、どのくらい開示するか、そういうことについては一番意見が対立をして調整が難しかったところです。ただG7 で議論できるのは最終的には法的な効力を持つようなものはできませんので、あくまでも政策合意としての任意のスキームだけが合意できるので、そういう意味で広島プロセスというのは最初から最後まで全部ボランタリーな仕組みです。その中で企業が自助努力としてリスク管理をし、情報開示をして、それを他の関係者がいかに支えたり、あるいはそれぞれの立場で貢献して安全性を維持していくかというこのモデル全体をですね、どう作るかというところが一つの難しさでした。特にですね、日本のポイントとして、日本が最初に提案を出した時に、日本の国内の事業者ガイドラインをベースに提案を出しているんですけども、ここの一番基本となっている考え方として、長いサプライチェーンの中のそれぞれの段階で開発者、提供者、利用者、
その最後のユーザーまでそれぞれが責任を持って関与するということがあります。でそれをですねやはり全体の中で、反映したかったと。特に開発者だけの責任ではなくて、先ほどのお話の通りその後にファインチューニングされたモデルや最終の利用者も自分の立場で、例えばここにリスクがある、ここに脆弱性がある、あるいはここでインシデントが起きたということになれば、その情報をちゃんとフィードバックをして開発者なり提供者がそれを是正できるようなですね役割をちゃんと果たさなきゃいけないと。そういう役割分担について日本としては非常にこだわったので、実を言うと10月末から12月の1ヶ月ちょっとですけども、この期間に一番揉めたのはそのポイントでした。できたのは全ての関係者のための、AI 原則、国際指針ですね。これが、最終的にできたわけですけど、この時には日本がユーザーまでみんな責任あるんだと、みんながそれぞれ貢献しなきゃいけないんだということを主張したのに対して、アメリカや EU はいや基本的に開発者が頑張んなきゃいけないんだというところで、結構ものの見方の違いがくっきり出まして、でそこは最後は議長として米欧を押し切って、やっぱり全ての関係者に責任をそれなりに、持たせなきゃいけない。そのためにはユーザーのリテラシーの向上とかですね、そういうことについても、ユーザー任せじゃなくてディベロッパーやディプロイヤーあるいはプロバイダーという立場の人も協力をしてユーザーに情報提供やあるいは訓練の機会を提供することでスキルやリテラシーの向上にも、貢献しなきゃいけないんだと、そういうこともですね、同時に主張をしたと、合意をしたということがあります。そんなことで結構複雑な産業構造というかエコシステムの中で、いろんな立場をどう主張するかがやはり米欧でも違ったし、また日本もその中間で独自の主張をして全体を取りまとめられたのかなと思っています。ありがとうございます。議長国として議長の役職も務めながらも日本として主張すべきところはしっかりと主張していくというところでとても難しい役割だったんではないかなと思いますけれども、今のお話の中で冒頭あった EU が日本のリーダーシップに期待をしていたというのは大変面白いなと思っていまして、この日本が特に議長国というポジションで議論を主導しているうちに何らか一つの合意にたどり着いて、そしてそれが彼らのEU の AI 法ですとか、そういったルールメイキングに生かされていくというところは大変興味深いかなと思っていますけれども、少し日本国内に視点を変えてみますと、ちょうど今年2025年になりまして、日本国内でもいわゆる AI 法、包括的にAI に関して規定をした法律が成立をしたところかと思いますけれども、今までお話しいただいたこの広島 AI プロセスですとか G7 の議論、ないしは他の国際的な議論というのはこういった日本の国内政策ですとかこの法整備にどのような影響を与えたというふうにお考えでしょうか。はい、まさに当時ですね、官邸に AI 戦略チームというのを作ってまして、でそこにですね国内担当として内閣府を中心に、総務省ですとか経産省ですとか関係者が集まって日本の AI、その時まだ法を作ると決めたわけではなかったですけども、日本の AI のガバナンスをどうしていくかと。一方国際の対応として我々が同じチームの中で広島プロセスをどういうふうに完成させるかということを一緒に議論してました。なので明らかにそこに考え方の影響というか、基本的に同じ考え方で両方やってきたと思ってます。で広島プロセスの方が先に合意をしたわけで、その後日本の AI 法がそれを追っかける形でできてきたわけですけども、やはりですね過剰な規制しないでイノベーションを最大限促進すると。そのために企業やそれ以外の関係者もみんなそれぞれの立場で自助努力で貢献をしてですね、例えば情報開示をすることによってユーザーの信頼を得ることができる。
この AI モデルにはこういう能力があります。だからこういうふうに使ってほしいです。一方、こういうリスクがあります。こういう脆弱性あります。だからこういうことには気をつけてください。もしインシデントが起きたら教えてください。ちゃんと対応します。こういうことをですね、ちゃんと発信していくことによってユーザーの信頼を得て、ユーザーがその AI モデルを信頼して使うことによって、あるいはフィードバックを発信することによって、いい循環が生まれると。これが広島プロセスのメカニズムでもあり、日本の AI 法のメカニズムにもなっていると思います。ですので、広島プロセスでですね、今、報告枠組みというメカニズムが中に入ってまして、これは何かというと、先ほどのコードオブコンダクト、広島プロセスの行動規範にあるリスクの評価やリスクへの対策、またそれに関するその情報の開示ですね、こういうものを企業がやっていったときに、どんなことをやってるかを自ら報告開示しましょうというメカニズムです。で、OECD がですね、企業が報告をしやすいように質問票を作ってまして、で、この11項目に対応する質問が7個に分かれて開示をされています。その質問に企業が答えていくことによって11項目のコードオブコンダクトをどういうふうに実践しているかが自然と報告できるようになっています。で、この情報開示をすることによってこの報告をした中身が全部 OECD のウェブ上に開示されますので、関係者がみんなそれを見ることができて、信頼性が向上される。このメカニズムを広島プロセスを回していくんですけども、AI 法の情報提供、情報開示、あるいは政府からの情報提供の協力ですね、こういうものもまさにこの情報の提供共有によってマーケットとかユーザーの信頼を得て、それをまたさらに開発者がモデルやシステムの向上に役立てていくと、こういういい循環を生み出していこうという点で全く同じ考え方にのっとっていると思います。AI 法の関係者はですね、広島プロセスに倣ってという言い方をするんですけども、私はその言い方じゃなくて、同じ考え方で並行で作ってきた。ただ、結果が出るのが日本の法律作成作業の方が時間がかかるので、後からできてますけども、決して広島プロセスを真似て AI 法ができてるんじゃなくて、同じ考え方で進めてきて、ちょっと時差を持ってできてきたというふうに言うのが正しいと思っています。ありがとうございます。ここからちょっとまた少し難しい質問に入っていきたいと思うんですけれども、AI というのはなんと言いましょうか、地政学とか地形学的な観点からも非常にますます重要になってきていると思いまして、まさにある種のゲームチェンジャーというか、国際的な場の中でもそういった扱いを受けているのではないかというふうに思います。先ほど少しちらっとお話にも出ましたけど、AI と一口に言ってもですね、なかなかバリューチェーンを切り分けていくといろんな本当にレイヤーもありますし、いろんなプレイヤーがいて、なかなか一つを AI というのを全体を理解するのはなかなか難しいなと思っていますけれども、今のお話があった広島 AI プロセスという、よりガバナンスのレイヤーを少し注目してみても、この昨今特にこの今収録が行われている2025年7月だけを切り取ってみてもですね、世界で大きな動きがいろいろと起きているかなと思っておりまして、例えばアメリカでは第2次トランプ政権がですね、AI アクションプランというものを出したというのと合わせて複数の大統領令もAI に関して公表しておりますけれども、これらを見ていると総じてAI 技術の発展や普及を妨げるというのような過度な規制を排除していくという方針ですとか、それから米国製の AI をよりグローバルに展開していこうという方針ですとか、それから米中が特に注目されますけれども、AI 開発競争における覇権をアメリカ側を維持していこうと、そういった要素が前面に出ているような一連の政策だったように見受けられるかと思います。一方、同じ月に欧州ではですね、もともとEU がAI 法に基づく汎用 AI 向けの行動規範、英語なのコードオブプラクティスと呼ばれておりますけれども、これをついに公表しまして、こちらの国際的なAI ガイドラインの標準として機能するような、いわゆるブリュッセル効果を生むような可能性も指摘されてきたところかと思います。さらに目を広げてみると、中国においてはですね、同じ月に中国国内で行われたカンファレンスで中国が AI の国際協力組織の設立というものを発表しまして、ルール形成ですとか標準化、それからグローバルサウスと連携を進めていくといったところを通じて国際的な主導権を握っていくような姿勢をですね、中国としても鮮明にしているところです。こういったような大国がですね、この AI
分野において、特にガバナンスにおいてもいろいろとそれぞれの立場で立場を明確にしていく中で、日本としてどうしていくかっていうのも大事な観点だと思いますけれども、その中でも広島 AI プロセスというのはこの国際的な AI ガバナンスの議論においても、引き続きかなり重要な役割を担っているんではないかなと思いますけれども、現状の取り組みですとか、今後の進め方というか方針について、もし飯田様の方でお考えのことがあれば、お伺いできますでしょうか。はい、まさにですね AI 非常に重要な技術で、前提としてちょっと念のため確認しておきたいのが、広島プロセスが扱っている範囲、あるいは今お話に出た範囲はですね、基本的に民生の AI だと思ってます。で、これ軍事の AI は全く別世界で、これはもう本当に軍の関係者に議論してもらうしかないし、本当になんて言うんでしょう、安保理の世界だと思うんです。ただ、デュアルユースということで、非常にこの AI のガバナンスは難しい面があるんですが、ちょっとそこまで踏み込んじゃうと話が複雑になりすぎるので、民生の話としてお話をしてもですね、今お話になったような、まさにその米欧中のですね、3極がいろんな動きを見せていると。で、これすごく悔しいのが、昔3極といえば日米欧だったのに、今は米中欧なんですよね。で、なんとかですね、日本がここに4極でもいいから頑張って食い込みたいと思ってるんですけども、そういう意味ではさっきお話ししたような過度に規制しないそのガバナンスの中でイノベーションをどんどん起こしていって、日本の AI のエコシステムが強くなってほしいと思ってます。で、アメリカの AI エコシステムはもう今もう十分強くてドミナンスを十分持っていて、大統領が別に叫ばなくても全然強いと思うんですが、だけどすごくみんなが待ちかねたアクションプランが出てきたところ、ある程度想像の通りアメリカのドミナンスを維持するんだということで、非常に強い主張が出てきてですね、我々まだこれがどう運用されるか少し注視しないといけないと思ってます。過剰な規制をしない、あるいは不要な規制は排除するというところでは我々と全く考え方は一致していて、広島プロセスも同じ考え方だと思っていますが、これをトランプ政権がどう評価してこれからどう協力していけるかは様子を見ながらですね。ただおそらく我々としては日米で引き続きこれを推進していけるものと信じています。一方、欧州のAI 法なんですけども、このコード・オブ・プラクティス、まさにですね、コード・オブ・コンダクトと紛らわしいので、よく文句を言われるんですけども、むしろコード・オブ・プラクティスをやめてほしかったんですが、我々だいぶ先ほどお話した通り、過剰な規制にしない方がいいということを、再三意見をしてきました。で、現状でもですね、だいぶ規制色は薄まったと思いますが、やはりそれでも随分てんこ盛りに規制が入っていると思います。で、今後ですね、EU が AI 法、コード・オブ・プラクティスも含めてどう運用していくかが非常に鍵になると思ってまして、私は AI 法については個人的には GDPR のようなブルッセル効果というのはもうほぼないと思ってます。仕組みが世界に広がっていくというのは難しくてですね、むしろ EU は域内のイノベーションを抑圧せず AI の利活用をちゃんと推進できるように、もちろん安心じゃないと使えないっていうのは分かるんですけど、やはり域外の進捗に遅れないような運用をしていく必要に迫られてくると思います。一方中国は全く別のやり方なので、我々も必ずしも情報を十分持ってませんけれども、ここまではですね、国連を通じて反米国的なですね、米国の覇権を許さないような動きをしようとしてきたんじゃないかと捉えてました。ただ必ずしもそれでは十分じゃないというふうに考えていると思いますので、今回独自に途上国を率いて自分たち独自のガバナンスをですね、グローバルに進めたいという意図が見えていると思います。ただ中国のモデルはもう国家主導で、まさに我々が民主主義的な価値として尊重しているものを顧みないようなケースが多いと思ってますので、我々としてはこういう仕組みが世界に広まっていくのは食い止めていかなきゃいけないというふうに考えてますし、そのために広島プロセスをやっているとは言いませんけれども、やはり一つのそれを阻止する手段が広島プロセスになってこざるを得ないと思ってます。で、広島プロセスは先ほどお話した通り
企業や、ユーザーやその全ての関係者が一緒に共同することによってその安全性を維持しながらイノベーションを推進していくという枠組みなわけですけども、これをですねやはり G7 だけではなくて OECD 加盟国の先進国ですね、あるいはそれ以外の途上国とも共有していこうということで、今日本政府としてフレンズグループ、広島プロセスのフレンズグループというものを運営しています。これはですね、今去年の4月5月に立ち上げた時に49の参加国だったんですけど、今55の国プラス EU にまで広がってまして、この中にはアフリカとか南米とかあるいは東南アジアといった地域からもたくさんの国が参加してくれていて、広島プロセスをどういうふうに推進していくか、あるいは自分たちの国内のガバナンスをいかに広島プロセスも一つの参考にしながら作っていくかということをいろいろ議論してくれています。ですので日本政府としては、G7 とも協力しながらですね、この広島プロセスを世界に広がっていく枠組みとして今後も推進していきたいと思っているところです。ありがとうございます。最後に簡単に一問だけお伺いしたいんですけれども、今までお話しいただいたこの AI ガバナンスの議論ですね、少し一般化して見てみますと、先ほどチャット GPT のように生成 AI のブームが来て一気に議論が加速するといったお話もあったかと思いますけれども、このようなですね新たな新興技術というものが今後もですね AI 以外にも出てくる可能性はまだまだあるのではないかなと思ってます。いわゆるこういった未知なる技術、まだ我々が知らないような技術が今後ですねいつかAI のようにまたボッと出てきた時にですね、今回のお話しいただいたような広島 AI プロセスでの議論の教訓ですとか、こういった国際交渉から得られるポイントというのは極めて大事なのではないかなというふうに思うんですけれども、こういった新たな技術が世の中に出てきたような状況において異なる価値観を持つ国々が協調しながらですね迅速にかつ柔軟に国際協調ですとかルールメイキングを進めていくためにどのような対応ですとか努力が必要かという点をぜひよろしければお聞かせいただけますか。今のその生成 AI、広島プロセスの中では生成 AI を含む高度な AI システムと呼んでるんですけども、そこにはその生成 AI を超えるような新たな AI が出てくる可能性があるよねということが入ってます。で、そういうことはいつ起きてもおかしくないんだと思うんですね。あるいは AI 以外のですね、量子とかそれ以外のまだ見ぬまさに技術がものすごいそのイノベーションを起こしてくる可能性も常にあるんだろうと思います。で、その時にその今までのそのなんて言うんでしょう、構図がもうガラッと変わることがあり得ると。どういうふうに対応するかというのは、必ずしもその予想を超える可能性がありますので、なんて言うんでしょう、予想の範囲で対応できるかわからないわけですけど、ただ今回のその広島プロセスの経験から言えるのは、やはりいろんなですね、その社会条件とか、あるいはイノベーションの当事者になった国、なんなかった国、そのいろんな条件の中で自分たちの条件に応じてそのガバナンスやあるいはそのイノベーションを推進しようという努力をしてきますので、これがその違う方向を向くことはある程度はやむを得ないと。ただ誰もですね、その世界がバラバラになって、例えば生成 AI 一つとってもその何でしょう、あそこでその核兵器の情報とかバイオ兵器の情報ですとか、そういうものが拡散することが最大のリスクの一つと思われていて、誰もそういうことは望まないわけですね。ですから新たな技術がそういうその致命的なですね、カタストロフィックなそのリスクを体現してしまうということは、最終的にはたとえその民主主義の新興国であろうと、あるいは権威主義の新興国であろうと望んではいないと。そうするとやはりそのものすごいイノベーションとそれに応じたものすごいリスクが出てきた時には、やはりお互いにその一緒に手を取ってなんとかそのリスクを回避する方法っていうのを考える道が多分あるはずなので、今ですねこの AI でもまだ権威主義国との間では直接の対話は必ずしもできてません。ご記憶かもしれませんけど、米中が一回対話をしました。ですけどアメリカの関係者に聞いたらほとんど突っ込んだ話じゃなかったと、非常にがっかりしたというふうに聞きました。
まあ難しいんだろうと思います。だけど最終的にはやはりその AI 兵器どうするのかとかですね、あるいは生成 AI の中でそういう先ほどお話ししたようなその、CNRB っていうのかな、CNBR っていうのかな、その、すごく深刻なリスクをですね回避するような、取り組みをどうするかとかですね、そういうことはやはり最後は、主義主張を超えて議論しなくてはいけないので、AI についてもそういう局面が間もなく来ると思いますし、AI を超えた新たな技術についても、ガバナンスのメカニズムというのは最初は別々に作るかもしれません。でも最後はやはり一緒に、対話をしないと、まさに世界が分断されて最後は、会話ではない方向の外交になってしまうということは、ものすごくその破滅的な道だということになると思いますので、まあ、そこは人類の最後の知恵が残ってるんだろうというふうに期待したいと思いますし、日本もある意味ですね、米欧の中間的な立場ということが今回すごく生きたと思います。で、さっきの EU の閣僚が日本の議長国の時にやってくれと言った一つの意味はやはりその日本というポジションがですね、非常に、仲裁役として適切だったということだと思います。フレンズグループをですね、いろいろな国と話をしていくと、あるアフリカの国の大使から言われたのが、広島プロセス素晴らしいと。で、私たちの国もぜひこれに入りたいと、フレンズグループにも入りたいと。ただあなたの説明を聞いていて一つだけ気になったことがある。これは G7 のプロジェクトイニシアチブだというふうに繰り返し言ったけど、 G7 と言うなと。G7 と言われると我々はアメリカを思い浮かべる、イギリスを思い浮かべる、非常に身構えるんだと。だけどこれを日本のイニシアチブだと言ってくれと。そうすると我々はすごく安心して入れるんだというふうに言われて、すごく私は感銘を受けたことがあるんですけども、やはりこう日本のですね、平和主義的なでその中庸を、取るその、主義というのが、国際社会の中では、我々が思っている以上に信頼を得ている部分がもしかしたらあるのかもしれないということは今回の経験からも少し感じましたので、まあ、ここにはですねまだ日本の役割が結構あるんじゃないかということも期待してまして、また新たなイノベーションが起きた時に、まあ、日本として日本から起きてくれれば一番いいんですね。ですけど、まあ、そうではなかったとしても日本はその日本の立場からこれを仲裁したりリーダーシップを取っていく可能性はあるんじゃないかなと思います。皆さん今回は大変貴重なお話ありがとうございました。今回の IoT 地経学インサイトは以上となります。この YouTube チャンネルにて定期的に配信を行っていきますので、この動画の高評価、そしてチャンネル登録もどうぞよろしくお願いいたします。それではご視聴いただきありがとうございました。本当にもう EU としてはどうしていいかわからないみたいな困惑の中にある中で、最も信頼できるある意味ではパートナーとして日本があり、カナダやオーストラリアのようなCPTPP の加盟国があった。これが今の大きな動きということだと思います。